古事記絵巻第7話、受け火の巻。3人の兄弟、お姉さんの天照大神は火の当たる国を治めに行きました。お兄さんのつくよみの命は夜の国を治めに行きました。そしてスサノオの命は海の国を治めるはずだったのですが、この海の国でスサノオ、僕こんな国嫌なんだ、泣き出しました。そしていつまでも泣き止まないので、お父さんのイザナギの命が心配してやってきました。おいスサノオ、どうしてお前はこの海の国をちゃんと治めないのだ。スサノオは言いました。僕海の国なんて嫌なんだ。お母さんのいる国に行きたいよ。それを聞いてイザナギは怒りました。お前はなんて甘ったれたことを言うやつだ。そしてポーンと国から蹴飛ばして追い出してしまいました。追い出されたスサノオは怒りました。お父さんは僕の話なんてちっとも聞いてくれないや。そして怒ったスサノオは天にいる高間の原にいるお姉さんにそのことを訴えようと階段をどんどんと駆け上がっていきました。それを見てお姉さんの天照大神は思いました。あら、スサノオ、私の国を襲うためにやってきているのではないかしら。天照大神はスサノオが来るのを見て武装しました。槍を背負って弓を構えて、そして体中に勾玉を巻いて、そして待っていると、スサノオやってきたので聞きました。あなたは私の国を奪うためにやってきたのね。スサノオはびっくりして言いました。いや違うよ、僕はお父さんの非道をお姉さんに訴えたかっただけだよ。僕は悪い心なんて持ってないよ。あなたが悪い心を持ってないのをどうやって証明できるの？それを聞いてスサノオは言いました。受け火という儀式で決めましょう。受け火という儀式はお互いの持ち物を交換して子供を産むという儀式です。スサノオはまず天照大神に自分の戸塚の剣を渡しました。すると天照大神はその戸塚の剣をバリバリ噛み砕いて、そしてププーッと吹き出しました。するとその戸塚の剣は3人の女神様になりました。今度はスサノオが天照大神の勾玉を受け取って、それをガリガリっと噛み砕いてプップーッと吹きました。すると5柱の男の神様が生まれました。それを見て天照大神は言いました。この5人の男の神様は私の勾玉から出てきたから私の子供です。この3人の女の神様はあなたの剣から出てきたのであなたの神様です。それを聞いてスサノオは言いました。そうです。この5人の神様は天照大神お姉さんの子供で、この3人の女の神様は僕の剣から出てきたので僕の子供です。これで僕の心が清く赤いことが証明されました。清らかであることが証明されました。天照大神は聞きました。あら、どうしてあなたの心が清らかだとそれでわかるの？スサノオは言いました。男の神様は何かと気が荒くて戦いばかり起こそうとします。それに比べて女の神様は穏やかでみんなでニコニコ仲良く暮らしたいと思っています。これでも僕の心が明るく清らかであることがわかるはずです。天照大神は感動しました。スサノオ、あなたなんていいことを言うのかしら。そしてスサノオの命が国に入ることを許しました。この時生まれた女の神様たちは宗像の君のもとに行って祀られることになりました。男の神様たちの子孫は各地に散ってそれぞれの国を治めることになりました。
というところで今回のお話はこれでおしまい。次回は雨の岩宿の巻です。お楽しみに。